皆さんこんにちは。ブラジルに嫁いだフーチです。今日もパラナ州のクリチバからお届けしています。Neste canal eu compartilho como é a vida real de uma japonesa que veio morar no Brasil. Toda semana aos sábados tem vídeo novo por aqui. Se você gostar, se inscreve no canal e me apoia. Eu vou ficar muito feliz.さて皆さん、今週はいかがお過ごしだったでしょうか。こちらは6月に入ってから冷え込むことが増えてきて、お布団から出るのが億劫になってきてしまいました。そんな寒い朝にコンロでコトコト温めるお味噌汁の香りが本当に幸せを感じます。やっぱり人間の五感の中で嗅覚って幸せを感じる大きなセンサーだなと思います。ブラジルに来る前はお味噌汁の材料ちゃんと揃うかなと結構心配していたんですが、意外にもスーパーで普通にお味噌も本だしも買えて、日本人の私にとっては本当にありがたいです。特に日本食メーカーの味の素さんとさくらさんには感謝しています。そしてこのお味噌汁の美味しさを分かってくれるブラジル人の旦那さんにも改めて感謝だなと思います。ところで寒くなってくるとなんだか体がもうすぐクリスマスとお正月が来るなって勝手に勘違いしてしまいます。やっぱりまだまだ日本の感覚が抜けてないようです。でも今は6月。実はこの6月にはブラジルならではの楽しみがいくつかあるので、今日はそれを一つずつシェアしたいと思います。ブラジルライフ。まずは一つ目。実はブラジルでは2月のバレンタインデーがない代わりに6月に恋人の日というものがあります。この日には恋人や夫婦がお互いにプレゼントを贈り合ったり、一緒に食事に出かけたりするのが定番です。私たち夫婦は今月は節約モードだねって話していたので、私は何も用意していなかったんですが、なんと旦那さんが仕事帰りに大きなバラの花束とカカオショーのチョコレートを抱えて帰ってきました。世界的には2月14日がバレンタインデーですが、ブラジルではバレンタインデーはなく、6月12日にバレンタインデーの代わりとなるものが設けられています。これは結婚の守護神とも言われている聖アントニオっていう人の命日にちなんで設定されているそうです。また2月はカーニバルの時期とも重なるので、それを避けたいっていう理由や、6月はブラジルでは冬でお店の売り上げが落ちやすい時期らしく、商業的な狙いもあったと言われています。実は私は人生でバラの花束をもらったのはこれが初めてでした。こんなに花で嬉しくなる自分にちょっと驚きました。やっぱり赤いバラって特別ですね。夫は普段から私を喜ばせようといろいろ企画してくれますが、こういう愛情表現の豊かさはブラジル人男性の特徴なんでしょうか。もしそうなら日本人女性にブラジル人男性をおすすめする理由5選っていう動画も作れちゃいそうです。今週はずっと家でこのバラを見つめてはニヤニヤしていました。そして毎回思うんですが、ブラジルの花束ってラッピングが花と同じぐらい目立ってて、日本とは一味違うセンスもまた面白いです。ちなみに日本のバレンタインデーは少し変わっていて、女性から男性にチョコレートを渡して愛を伝える習慣があります。これはもともとある百貨店の広告がきっかけだったそうで、1年に1回ぐらいは女性から愛を伝える機会を作ろうっていうキャッチコピーから広まったらしいです。私が学生の頃も2月14日は男子も女子もなんとなく学校中がそわそわしていた記憶があります。翌日には新しいカップルが誕生したりしてて、なんだかドキドキする季節でした。最近の日本では恋人同士だけじゃなくて、友達や職場の人にもチョコを送ったりして、日頃の感謝を伝えるイベントにもなっています。ブラジルライフ。さて、6月の楽しみはまだまだあります。2つ目はかなり個人的な地味な喜びですが、実はここ最近近所のスーパーで買い物をするとスタンプシールがもらえるキャンペーンをやっていて、せっせと集めていました。そしてついにそのシールがたまって景品と交換できました。といっても無料でもらえるわけではなく、
集めたスタンプがあるとディスカウント価格で買えるっていう仕組みだそうです。最初は無料で全部もらえると思ってたんで喜んでたんですが、そんなに甘くはなかったです。でも日に日に溜まっていくシールを見てると変な達成感が湧いてきてしまって、景品を手に入れなくてはというマインドになってしまいました。そうやってまんまとスーパーの戦略にはまってしまい、本当よくできたシステムだなって感心してしまいます。日本ではこういうシステム見たことがないので、もし自分が何か商売をやるときには導入しようと思いました。ところでその景品ですが、ずっと欲しいなって思っていたお客さん用のカトラリーとかキッチン用品だったので、ちょうどいい機会でした。女性の方なら共感してもらえると思いますが、新しいカトラリーとかキッチン用品手に入れた時ってすごくワクワクしますよね。毎日の料理も少し楽しくなりそうです。そしてそのパッケージが宝石でも入ってるのかなみたいに丁重に箱に詰められていて、普通に部屋に飾っときたいぐらいでちょっと使うのがもったいないです。ブラジルのこういうキャンペーンでいうと、この間ショッピングモールに行った時にも、ある一定の金額を超えたらおしゃれな傘と交換できたり、年末には車が丸々1台当たるガラガラみたいなのもあって、景品がなかなか豪華です。ブラジルライフ。さて最後の3つ目が今回の目玉で、ブラジルの6月のお祭りフェスタジュニーナに行ってきました。このお祭りは前回の動画でも少しお話ししましたが、ブラジルの有名なお祭りで、もともとはカトリックの成人を祝うお祭りでしたが、今では季節のお祭りとしてブラジルの中で親しまれています。田舎っぺ祭りとも言われていて、農村文化や田舎暮らしがテーマになっていて、みんなチェック柄のシャツや麦わら帽子をかぶってカウボーイみたいな衣装で集まります。子どもたちはフリフリの衣装を着ていてとても可愛かったです。そして何といっても楽しみなのはたくさんの屋台、トウモロコシ料理やキャラメルがけのピーナッツ、ホットワインなんかもあって、寒い季節にぴったりです。まずはやっぱりエスペチーニョ。これは前にも紹介しましたが、ブラジル版の串焼きです。こういうローカルの屋台で食べるものがレストランよりも美味しかったりします。牛肉のステーキがこうやって気軽に食べれるのは、私がブラジルで気に入っていることの一つです。そして前から食べたかったこの葉っぱに包まれたもの、これはパモーニャと呼ばれ、トウモロコシをすりつぶしてバターや砂糖を加えたもので、スイートポテトのトウモロコシ版のような感じです。なんかよくわからなかったのですが、葉っぱに包まれているものって無条件に美味しそうに見えますよね。夫はあんまり好みじゃないらしいですが、私はこの素朴な味が結構好きです。最近思うんですが、ブラジルの料理は私に結構合ってる気がしていて、ブラジルって他の欧米諸国とかに比べて野菜とか豆をたくさん食べるイメージで、日本から来た人も結構馴染みやすい食文化なんじゃないかなと思います。さて次はデザートのチュロス。チュロスもブラジルの定番って感じで、街でキッチンカーが走ってるのもよく見かけるし、私の家の近くにも毎週決まった曜日の夜8時という謎の時間にいつもやってきます。このチュロスはその場で揚げているので、熱々のカリカリでクリームたっぷりでめちゃくちゃ美味しいです。ディズニーやユニバにあるチュロスの軽く10倍はクオリティが高いと思います。最後は締めのスープ。スープの種類が豊富なのもブラジルの嬉しいところで、以前スープバーみたいなところへ行ったこともあって、特に冬には最高です。ここは町内のお祭りみたいな規模で、地域の人たちが手作りでやっている温かい雰囲気でした。近所のお友達とも遭遇しました。彼らは英語も話せるのでかなり助かっています。そ
そして夫の職場の人ともたくさん会いました。夫の職場はみんな家族みたいに仲が良くて信頼できる人が多く、ブラジルに家族とか親戚が誰もいない私にとってはとても心強い存在です。たくさん笑ってたくさん食べて、心も体もポカポカになりました。ちなみに6月の間は公園やショッピングモール、教会など街の至るところでフェスタジュニーナのお祭りがあります。そして私たちも別の日にクリチバで最大規模と言われるフェスタジュニーナに行ってきました。ここは私のお気に入りの公園の一つで、バリグイパークと呼ばれる公園で、クリチバ市内最大級の公園です。大きな湖を囲むようにジョギングやサイクリングコースが整備され、ピクニックやバーベキューも楽しめます。カピバラなどの野生動物にも会えるのが魅力です。さらに公園内には小さな遊園地もあり、家族連れに大人気のスポットです。お祭りに行く前にカピバラさんに挨拶をしに行こうと思います。まさに奈良公園の鹿みたいな感覚ですね。さすがに触る勇気はないですが、見ているだけでまったりした雰囲気に癒されます。たまに湖を泳いでる姿がすごく可愛くてたまりません。さて、お祭りの会場に移動します。実はこちらのお祭りはチケット制で、オンラインでのチケットはすでに完売してて入れるかダメ元で行ったんですけど、1時間ほど並んでなんとか当日券を買って無事会場に入ることができました。なんでお祭りが有料なんだと地元の人からは苦情もあるみたいですが、私はチケット制だからこそ治安が保たれている気がして逆に安心できます。会場も子連れやファミリーの方たちが多くて和やかな雰囲気でした。なんとこちらの焚き火はデジタル式でした。田舎風が売りのお祭りだけど、設備はめちゃくちゃモダンで面白いです。香ばしい煙に吸い寄せられて向かった先はシュラスコブース。どこかのレストランが出店しているみたいで大盛況でした。こういうところでは注文してから名前か番号で呼ばれるんですが、お店の人も大声を張り上げないといけないので、ポルトガル語だと私には毎回怒られているように聞こえてちょっとびっくりしてしまいます。この間ホットドッグ屋さんに行った時も、店員さんがお客さんのことを大声でおいと呼んでいて、日本だとおいは怒っている時に誰かを怒鳴る言葉なので、ビクッと体が反応してしまいました。今回注文したのはパンセッタと呼ばれる豚バラ肉で、油たっぷりだけど重たくなくて食べやすいです。外はカリカリで中はとってもジューシー。付け合わせの玉ねぎとパイナップルがお肉によく合います。そしてやっぱりチュロス、ミルクジャムが最近のお気に入りです。ゲームコーナーも充実していて、子供から大人まで楽しんでました。ロデオはやっぱり定番で、テレビ局の人も取材に来てました。ドローンを使ったゲームもあって、それを操縦している子供を見て時代を感じてしまいました。中央ではきらびやかなミュージカルやダンスがやっていて、私は今ブラジルにいるんだなぁと改めて実感しました。最後には観客も参加型のダンスパーティーで大盛り上がりでした。やっぱり日本にはない盛り上がり方で、これだけ歓声があったら演者さんたちもやる気が出るんだろうなと思いました。ブラジルライフ。こうして振り返ってみると、6月のブラジルは寒いけど心がほっこりする幸せがいっぱい詰まっているなと感じます。皆さんの6月はいかがでしょうか。日本のニュースを見ていると、もう今週は30度を超えているところが多く、真夏みたいな場所もあるみたいで、皆様熱中症にはお気をつけください。そして本当に毎回びっくりするほどのたくさんのコメントをありがとうございます。
コメント欄を見るたびにブラジルの温かさと情熱を感じています。日本の皆さんも感想をお聞かせいただければ嬉しいです。前回の動画では特にトイレットペーパーや税金に関する悩みにたくさんのご意見やアドバイスをいただき、中にはスクロールしないといけないほど長文で丁寧にご説明いただいた方もいて、読んでいるとブラジルの税金博士になれそうな気がしました。そして意外とトイレットペーパーは普通に流しても大丈夫っていう意見も多くて、この前いけるのかなと思って恐る恐る流してみたんですけど、普通に詰まってしまって1日トイレの詰まりと格闘する結果になったので、私の家ではやっぱり流さない方が良さそうっていう結論に至りました。その他にも思わず笑みがこぼれてしまうメッセージもたくさんあって、皆さんからのコメントを読むのが毎日の楽しみになっています。改めて本当に感謝します。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。残りの6月も皆さんにとって楽しい月となりますように。こんな感じで毎週ブラジルのリアルな情報を発信していますので、まだの方はチャンネル登録していただいて最新動画もぜひご覧ください。Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!